生態情報応答学分野の長尾です。私の分野では植物からの有用な生理活性物質の探索と亜鉛のバイオロジーについて研究しております。私の方からは植物からの有用な生理活性物質の探索についてお話しします。なお私たちは学部の方は農学部の食品生物科学科を研鑽しております。植物にはさまざまな有用な化合物が含まれております。例えば皆さんよくご存知のポリフェノール類、カロテン類、それからアルカドイド類といった化合物が知られております。例えば皆さんカテキンとか赤ワインに含まれるレスベラトロール、それから人参やかぼちゃに含まれるカロテン類、もしくは例えばケシに含まれるモルヒネのような鎮痛物質、こういったものをよくご存知だと思います。これらの化合物は植物の二次代謝産物と呼ばれております。生存に必須な例えば糖、タンパク質、核酸、脂質、これらは一次代謝産物と呼ばれるわけですけども、この代謝の過程で派生してくる二次代謝産物というものがございます。二次代謝産物はここに書きましたように生命維持に必須ではないわけですけども、情報を伝えたり身を守ったりするために重要な化合物であります。私たちはあるウリ科の植物からククルビタシンと呼ばれている苦味物質を発見してきました。ククルビタシンはキュウリやゴーヤに含まれる苦味物質として皆さんよくご存知なものなんですけども、このククルビタシンは細胞骨格系、細胞の中の形を支えたりするアクチンと呼ばれるものに作用して細胞の形が変化するということを見出しました。例えばこのビデオを見ていただきますと、これはアクチンに YFP という蛍光物質を結合させているんですけども、ククルビタシンを添加しますとこのように細胞の形が変わっていく、みるみる変わっていくということが分かります。このククルビタシンを作ることで植物は自らの身を守ろうとしているわけですけども、生物界は面白くて、例えばこのトホシテントウと呼ばれているテントウムシは丸い溝を掘ってククルビタシンが来ないようにしてその苦くない部分を食べます。ウリハムシという昆虫がいますけども、ウリハムシは逆にこのククルビタシンを好んで食べます。なぜかというと、そのククルビタシンを貯めることによって外敵から身を守るということができるからです。さて私たちの現在の研究ですけども、漢方薬に使われているような植物およびチュニジアの国からに自生する乾燥地の植物、こういったものを対象にして有用なものを取ってこよう、実際には生活習慣病の予防や治療に使われるようなものを取ろうと思って研究をしております。でこのチュニジアのプロジェクトは筑波大学の磯田先生が代表をされている JST-JICA の乾燥地生物資源の機能解析と有効利用というプロジェクトの一環であります。でチュニジアは、皆さんご存知だと思うんですけども、アラブの春の革命で有名になった国で、地中海にあってちょうどイタリアの対岸の北アフリカ側に存在します。チュニジアは北側は地中海性気候の肥沃な土地なんですけども、南の方はサハラ砂漠です。こういった多様な環境、さらに乾燥地という過酷な環境に生きる植物から有用なものを取ってこようと思って研究をしております。具体的にはその乾燥した植物からそういった成分を抽出してバイオ活性、つまり生物活性を指標にしてその有用なものを取ってこようと思っております。この具体的な単理同定に関して使う機械とか、その成果の一端は宮前の方からお知らせいたします。生態情報の宮前です。私から研究に用いる機器や手法について説明します。まず植物をこのようにアルコールなどの有機溶媒に漬け込みます。次にこちらのエバポレーターという機械を使って中に含まれている液体だけを蒸発させ取り除きます。こうして得られたこの抽出物の中には無数ともいえる化合物が含まれています。この中から単一の物質に生成するために用いるのがクロマトグラフィーという技術です。まず
この抽出物をこちらのカラムクロマトグラフィーという手法を使って物質の性質の違いにより成分を大まかに分離していきます。分離した成分をこちらの高速液体クロマトグラフィーという機械を使って物質レベルで分析することにより単一の成分に生成します。こちらの画面に見えているピークの一つ一つが化合物に相当します。生成した物質を核磁気共鳴法や質量分析系といった精密手法により解析することで物質の化学構造を決定します。この部屋は動物細胞の培養を行う培養室です。動物細胞の実験はこちらのクリーンベンチの中でホコリや菌の混入のない状態、無菌状態で行われます。このインキュベーターの中にはがん細胞や脂肪細胞などさまざまな種類の細胞が培養されています。これらの細胞を使って生成した物質の効能、例えば糖尿病や炎症などに対する薬理活性を調べます。生体情報統学分野の神戸です。私のグループでは亜鉛トランスポーターに関する研究を実施しています。我々の体は主に酸素、炭素、水素、窒素で構成され、これら4つの元素で体重量の 95% 以上が占められます。しかしながらこれら主要元素のみでは生体機能を営むことはできません。生体機能にはごく微量に存在する元素が必須の役割を果たすためです。私のグループではこれら必須微量元素の中でも特に亜鉛に着目した研究を実施しています。亜鉛は体内に 2g 程度しか存在していませんが、極めて多様な生理機能を果たしています。例えば人の体を構成するタンパク質の約 10% に亜鉛結合モチーフを見出すことができます。これらタンパク質において亜鉛は構造因子として、酵素の補因子として、細胞内外のシグナル因子として機能しており、こういった知見からも生体内の亜鉛が重要な機能を果たしていることを伺い知ることができます。したがって亜鉛が不足すると健康に大きな影響が現れます。よく知られている亜鉛欠乏症の例として味覚障害が挙げられますが、その他にも重篤な皮膚炎、免疫機能や神経機能の低下も亜鉛欠乏症として明らかにされています。最近日本を含む多くの先進国で潜在的な亜鉛欠乏の者の数が増加していることが判明し、メディアにおいても亜鉛欠乏が取り上げられる機会が増えてきました。このように重要な役割を果たす亜鉛の代謝のために生体内には非常に巧妙な仕組みが備わっています。そこで機能する重要な分子が亜鉛トランスポーターです。人には20種類を超える亜鉛トランスポーターが発現しており、亜鉛輸送の方向性から細胞質に亜鉛を増加させる ZIP トランスポーターと減少させる GND トランスポーターの2つのグループに分類されます。亜鉛恒常性を維持するためには両トランスポーターが協調的に機能することが不可欠です。その機能が破綻するとさまざまな疾患が悪化し、最近の研究からがんや糖尿病、アルツハイマー病といった疾患にも関与することが明らかにされてきました。私のグループではこれら亜鉛トランスポーターの機能解析を通じて亜鉛の多様な生理機能を解明して健康増進に結びつける研究や疾患の予防・治療に役立つ知見を明らかにすることを目的に研究を実施しています。